皆さんこんにちは。自力整形チャンネルのれいかです。これから行楽の秋、そして年末年始にかけて結構お出かけをして写真を撮るなんていう機会が多くなる方もいるんじゃないでしょうか。その写真を撮るときになんか笑った時の顔が大きくて嫌とか、あとは笑った時のこの線が気になるとか、あとは前より上手に笑えなくなったって感じる方いませんか？これ私がやっているお顔の変え方を学ぶアトリエ、ここでもねお客様に実際にめちゃくちゃ言われる言葉なんですよ。でその原因はこの顎のこり、そして口筋のこり、そして毎日の口の使い方、この3つの原因でお顔が大きく、そしてシワができてしまうんですよ。なので今回はこの3つの原因を解消して最高の笑顔で年末年始を迎えられるように一緒にやっていきたいと思います。今からやれば12月、久しぶりのお友達に会うとき、ご家族に会うとき、めちゃくちゃいい笑顔になると思いますので、ぜひ一緒にやっていきましょう。それでは、レッツゴー！まずはフェイスラインの癒着を剥がします。チョキの手で顎の骨を挟み込んで細かくほぐしていきます。片側ずつ反対の手で押さえながら丁寧にほぐしていくのがポイント。ここは今日のポイントの顎や口筋だけでなく、実は首前面の筋肉、後傾筋がくっついているポイントでもあるんです。ストレートネックで首が前に出ている人や猫背になりやすい人は、この後傾筋も硬くなって下に引っ張ってるんです。一緒にほぐしてぐぐっと上げていきましょう。反対側。さらに裏ボスとしてこの後傾筋とつながっている大胸筋、この2つも硬くなるとお顔が引っ張られてしまいます。フェイスラインのたるみも気になる方は一緒に鎖骨下もほぐしてあげるともっとお顔が上がってきますよ。まずは3本の指を下唇下にセットして優しくほぐします。ここには音外筋、下心下声筋などの顎の筋肉がついています。年齢を重ねると下唇が薄くなる感じがしますが、実はこの顎の筋肉は硬くなって下唇の下が盛り上がってきて薄く見えるということも多いんです。ほぐした方を触ってみてください。膨らみがなくなってたり、つまんでみると薄くなってたり、これだけ凝ってるんですよ。反対側。ここが硬くてつまめない方は、普段顎周りに力が入りやすいのかも。顎をリラックスさせて口角を上に上げるように意識するだけでも変わってきますよ。次は口角下声筋がついている口角の横。ここめちゃくちゃ大事なポイントです。下に引っ張る口角下声筋、上に持ち上げたい口角挙筋という上下の筋肉が綱引きしているポイント。さらに横に引っ張る小筋もあり、三つどもえの戦いなんです。下への引っ張りをなくして口角を上げやすくしてあげましょう。反対側。上下の戦いだけでなく、小筋を使って口を横に引いてしまっている方、めちゃくちゃ多いです。その結果、口筋が凝ったり、頬が上手に上げられなくなって、ほうれい線や口元のたるみが深くなってしまう方も。この後の口筋ほぐしと口の使い方のトレーニングも一緒にやっていきましょう。次は噛む筋肉、口筋をほぐしていきます。指を頬骨球という頬の骨の下にセットして軽く口を開けて盛り上がるポイントをほぐします。できるだけ骨の際に。ここは外側の笑い線を作るポイント。さらに顔を大きくする犯人です。
エラ上に移動します。食いしばりで凝りがひどい方は、さらにエラの上の凝りを丁寧にほぐしてあげると、外側の線ももっとすっきり、お顔も小さくなります。はい、今ですね、顎と口筋の癒着剥がしが終わって、これだけでもだいぶ口周り動かしやすくなったとか、あと口筋の凝りが取れてお顔が一回り小さくなったなんてね、方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。今度はですね、その口周りのもたつきを作ってしまうこの口の動かし方ですね、これを矯正していきたいと思います。まずですね、このストローか割り箸を準備していただいて、そして口周りの筋肉をリラックスして力を抜きます。顎や口筋の凝りがあってシワがこの辺に入りやすい方っていうのはね、常に顎周りに力が入っちゃってる方が多いので、まずはここにリラックスすることが大事です。そしてリラックスしていただいたら、前歯にストローを加えていただいて、潰さない程度に軽く挟みます。カぐらいですね。そのままこの口角の横とか顎の力は抜いたまま、頬を真上に2秒かけてぐーっと持ち上げていきます。ゆっくり2秒かけて下ろしていく。2秒かけて持ち上げて、2秒かけて下ろす。これを10回やっていきます。はい、終わりました。最後のね、このストローを使って口角を上げるというトレーニング。これであまり頬の筋肉が動かなかったっていう方は、普段この頬の筋肉を使わずに違う筋肉を使っちゃってるというね、ことになりますので、ぜひ丁寧に動かなくてもね、大丈夫ですので、だんだん動くようになってきますので、焦らずに少しずつ集中してここの頬の筋肉を持ち上げるようにね、トレーニングしてみてください。で、この頬の筋肉がちゃんと動かせていないのに、いきなり筋トレをぐぐっと口角を上げるトレーニングなどをしてしまうと、違う筋肉を使ってしまって、効果的に筋力がつかない、つまりお顔が変わらないだけではなくって、逆に違う筋肉を使いすぎてお顔を下げてしまうことにもね、なります。で、顔ヨガとかお顔のトレーニングでお顔全然変わらなかったっていう方は、もしかしたらそういったね、間違った使い方をしちゃってたかもしれません。または前半で筋膜の癒着を取っていったように、この筋肉が硬くなってしまって、そもそもお顔が動かせないという状態の方もね、結構いらっしゃるんですよ。なのでそういった方は筋トレの前にまずはしっかりこの癒着取り、ここからね、始めていただくといいと思います。で、そうやってお顔を変えるにはやっぱり癒着を取って動かしていくっていうステップがあるんですけど、そのステップを踏んでいただくと、これだけお顔変わるんですよ。すごいですよね。で、この方はですね、私が何かして差し上げたのではなくって、その方のお顔の作りとか、あとお顔の状態を見て、その方に合った方法をレクチャーしていって、それを繰り返していくことによってこれだけお顔が変わったんですよ。なので私ではなくってね、お客様一人一人が自分で変えていった結果になります。もちろん手でやっていただいても変わってくると思うんですが、より効果的に早くお顔を変えていくのであれば、このフェイスポインターがおすすめです。このマンツーマンのレッスンでもこちらをね、使ってるんですけど、このフェイスポインターを使ってあげると安全で効果的に早くお顔が変えられるので、ご興味ある方はぜひこちらもね、チェックしてみてください。パーソナルレッスンもね、受けてみたいよとか、フェイスポインター欲しいよっていう方は全部概要欄にありますので、それぞれのリンクからチェックしてみてください。こちらのクーポンコードを使っていただくと、フェイスポインター1100円引きになりますので、忘れずに使ってください。このチャンネルでは、加齢悩みに対する解決策を発信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録して、次回の動画もお待ちください。ではまた。